どうもリュウクです。今回は僕が普段仕事で使っているバッグとその中身について紹介していきます。リモートとオフィス、ハイブリッドで運用できるような構成になっているので、ぜひ参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。まずはバッグから。このバックパックはエアーから出ているシティパックです。このバッグはシンプルで使いやすく、見た目的にもミニマルで非常に気に入っています。さらにコーデュラナイロンで全体が覆われているため、ガシガシ使っても大丈夫な安心感があります。また個人的に気に入っているのは PC コンパートメントとタブレットのポケットが別のスペースに独立しているところがあります。これは実際はタブレットのポケットというよりは書類などの紙を入れるスペースだと思うんですが、僕はここはタブレットを入れるためのスペースとして活用しています。使い方によりますね。メインスペースのポケットも豊富で小分けがしやすく、また上部にはクッションの入ったポケットがあり、スマホやイヤホンなどを入れておくのに最適なポケットです。ジッパーも YKK で持ち手も大きくて、かつあまり主張しないデザインなので気に入っています。外部にはボトルホルダーもあるので、出先で飲み物を買ってもここにホールドしておけるので、電車通勤などでも重宝します。胸の部分にはチェストベルトがありますが、僕はこれは普段使わないので外して中にしまっています。スーツケースに取り付けるためのベルトも背面に装着されていますね。電車の中ではバッグを前面に持ったり、また座るときに床に下ろしたりするので、チェストベルトはない方が個人的には便利だと思います。このバッグは持ち手が上部と横の部分にそれぞれついているので、バッグを下ろす際や背負わず取り回す際に非常に重宝します。またこの前面のコンパートメントをガバッと開いて視認性がいいので、取り出すものがどこにあるかがすぐにわかります。まず最初に持ち歩いているものとして iPad Pro の11インチです。僕が持っているのは2018年のこのデザインの iPad としては初期のモデルです。正直言って全く初期の iPad Pro 11インチで不満がないので、買い替えずにこのまま使っています。動画編集を主として使っているので、大半の人がこの初期モデルで遜色ないんじゃないかなと思います。次にバックハンガー。これは無印良品で売ってるトラベルバックハンガーです。見た目がシンプルで丸っこくて可愛いですよね。机にかけた時に滑って落ちてしまうことがたまにあるので、かけた状態でバッグの中身を取り出す際はちょっと注意が必要です。次に歯ブラシです。昼食を食べた後などに歯磨きをするために持ち歩いているのですが、普通の歯ブラシだとちょっと長すぎて収納しにくいので、僕は無印のトラベル歯ブラシを使っています。歯磨き粉は適当なやつです。ほら、収納しやすい。次にメガネなんですが、僕は視力はあまり悪くないので、ブルーライトカットのためのメガネを使っています。度は入っていないです。これはゾフのメガネで、緑色がアクセントになっていて可愛くて気に入っています。メガネケースはなるべく小さいものが良かったので、このメガネにギリギリぴったりのものを探していたんですが、メガネのサイズ感ってネット通販とかだと分かりづらいですし、メガネを持って雑貨屋に行って探すのもなんかめんどくさかったので、僕はレザークラフトで手作りしました。超ギリギリのサイズで収まっています。レザークラフトは道具さえ揃ってしまえば割と簡単にできて、かなり時間も潰れるので大人の趣味としてはおすすめです。東急ハンズとかでレザーも安く手に入るので、興味のある方はぜひ調べてみてください。ガムはなぜかずっとアクオを買い続けています。理由は味が好きです。たまに青いのを買うこともあります。
これはアルミニウムアトマイザーといって、香水などの液体を入れておける無印良品から出ているケースです。見た目が非常にシンプルですっきりしているので、これで香水を入れて、夕方などにワンプッシュしたりして使っています。次にワセリンですね。これはリップ用のワセリンなんですが、中身はただのワセリンなので、このリップ用のワセリンで、たまに顔や手などの保湿を行っています。家にでっかいワセリンがあるので、逐一継ぎ足したりして使っています。コスパ的にもかなりいいです。これはハブクリップといって、僕は鍵にアルパカから出ているハブ製品を使っているんですが、このクリップを使うことで鍵についているマグネットをくっつけることができます。多くのバッグには鍵をつける用のキークリップが備え付けられているんですが、だいたいどこのバッグもメーカーによってキークリップが違ったり、同じメーカーでもキークリップをアップデートしていて規格が変わったりするので、このハブクリップはどんなバッグでも同じように鍵をマグネットでつけることができるので非常に便利です。ここはおそらく書類スペースなんですが、 iPad は電車の中で隙間時間に動画編集をしたりサムネイルを作ったりできるので、すぐに取り出せるようにここに収納しています。クイックアクセスポケットには AirPods Pro。AirPods Pro は全く不満がないので、他のイヤホンを検討する隙間がありません。機能はともかくデザイン的には Nothing Ear One が少し気になっています。お財布は紙のウォレット、コインも入るカードケース縦型を使用しています。これは耐水紙で作られた折り紙のような財布なんですが、多機能の割に超絶コンパクトで激推ししています。レザー製の財布やかさばる財布に嫌気がさしている人にはおすすめです。この財布は別の動画でも解説しているので、気になった方はそちらも見てみてください。概要欄に貼っておきます。エアタグ、保険で入れている程度ですね。日本ではあまり活躍することはないんじゃないかなと思います。というか、活躍する日が来ないことを願っています。MacBook Pro 13インチにはモフトを貼り付けています。僕が今使っている MacBook はインテル製の Mac なので、スタンドで通気性を良くして冷却するのは必須です。モフトは薄くて軽いので、今のところ問題なく使えています。このバッグに入れた時に底面に MacBook がくっつかないというのは重要なポイントですよね。MX キーズミニ、これはロジクールさんから提供いただいた商品なんですが、オフィスに行くときは外部モニターに接続するので Bluetooth キーボードを使用しています。Apple のキーボード、MacBook などのキーボードとは若干配列が違うので、ハイブリッドで使う人にとっては若干使いづらいかもしれません。切り替え機能があるんですが、 iPad にはマジックキーボードを使っているので、僕はあまり使っていません。スペリオダウンは持っておくと安心感があります。羽毛の質が高くてめちゃくちゃあったかいです。ユニクロのウルトラライトダウンから乗り換えた時に衝撃を受けたのを覚えています。モンベルの製品はコスパが高く物がいいので非常におすすめです。まだダウンなのでコンパクトに丸めておいて出した時にすぐに羽毛が展開するので、そこも便利です。ずっとこの状態にしとくのは羽毛にとってあまり良くない気がするので、普段は袋から出しています。この折りたたみ傘はキューというメーカーから出ています。僕的には折りたたみ傘はコンパクトな方がいいんですが、コンパクトなことよりも簡単に開閉できることの方が重要です。雨が降ってきた時に骨を1本ずつ展開して傘を差すのは少し間抜けに見えます。個人的には一瞬で差せて一瞬で閉じれる傘というのが非常に重要だと思います。このウォーターボトルはメモボトルといって、紙のサイズ A4、A5、A6 といったサイズ展開になっていて、非常に分かりやすいプロダクトです。薄くて四角いので収納がめちゃめちゃしやすく、デザインも可愛いです。ボトルの口が狭いので洗うのは少し面倒なのですが、
僕は水しか入れないので、使った後はさっと湯水で乾かしてあります。カバンの中に入れても整理しやすいですね。僕的にはスリングバッグなどに入るのも嬉しいポイントです。デイズポーチ。これは遊牧東京から出ているポーチで、ジャックを開いた時にワイヤーが入っているので、ガマ口みたいにガバッと開くのが非常に優れたポイントです。ガマ口のガジェットポーチは天才的なアイデアだと思います。ただ若干作りが脆いのと、止水ファスナーが安っぽいので、僕は止水ファスナーのビニール部分が剥げてきたので全部剥がして取ってしまいました。止水ファスナーがもう少しいいものだったらかなりポイントは高かったです。中のポケットの数が非常にちょうどいいので、細かなものや大きなものまで全部このポーチで完結することができます。ガジェットポーチの中では一番優れた構造をしたポーチだと思います。他のメーカーもこの構造を採用してガジェットポーチを作ってくれたらいいなと思っています。Apple Pencil のペン先は僕は iPad で使っているペーパーライクフィルムのせいですぐに摩耗してしまうので必須です。この SSD はコンパクトであるという理由だけで買ったんですが、現在はクラウドを使用しているので、ネットワーク状況の悪い時の避難場所として一応持ち歩いています。 SD カードリーダーはアンカーのスティックタイプのもので、僕は iPad で動画編集をするので、ソニーのカメラ ZV-1 で撮影した動画を最速で読み込むためにこのカードリーダーを使っています。これは Apple Watch を充電するためのチャージャーで、サテチというメーカーから出ています。Apple Watch は外出している時間が長いと充電がたまに切れてしまうので、仕事中に MacBook や iPad の横に挿してさらっと充電できる程度のこの使用感が非常にちょうどいいです。アンカーの薄型の充電器、これは主に iPhone だけを充電したい時などに使用します。急速充電に対応しているので iPhone だけをさっと充電したい時に重宝します。僕は仕事柄ライトニングケーブルをめちゃめちゃ使うので、ケーブルは丈夫な布タイプのものを使用しています。これは純正のアダプターで USB Type-C に HDMI と Type-C を挿したかったのでこれを購入しました。純正は何かと安心感があります。サードパーティー製のものも選択肢としてはあったのですが、僕は HDMI と USB-C だけで良かったので純正のものを購入しました。マジックバースは超便利です。この AC アダプターはラブパワーというメーカーから出ているものなんですが、少し大きいので他のを探しています。 USB ケーブルは MacBook についてきたものを使っています。長いのと短いの両方あると便利です。これは iPad についていたものだったかな。開けただけでさっと全体が見渡せて、必要なものをパッと取り出せるのが非常に優れています。バッグの中でガジェットポーチを開いた時も見やすくて便利です。背負った姿はこんな感じ。シンプルで非常に見た目もスタイリッシュですよね。僕的には一番外側にある中央のジッパーは使っていないので、ここはなくてもいいかなって思います。またエアーのバッグはコーディラが分厚く少し重たいというデメリットがあるんですが、その分バッグの中に物を詰めても中のものが外に突き出たりしないので、シルエットが綺麗に保たれるという特徴があります。これはアークテリックスのバックパックやブラックエンバーのバックパックは薄くて防水性が優れているのは非常に優れてるんですが、バッグに尖ったものなどを入れると薄いので重さやバッグの中身によってシルエットが崩れてしまうのが欠点だと思います。こんな感じで鍵をさっと取り出したり、すぐにマグネットでくっつけて収納したりできます。電車で座った際や少し空き時間があるときはこんな感じでさっと iPad を取り出して作業をしています。このポケットめちゃめちゃスムーズに取り出せて高評価です。バックハンガーにかけるとこんな感じ。もう少しグリップが効いてくれるとありがたいですね。おすすめのバックハンガーがあったらぜひ教えてください。クイックアクセスコンパートメントは前に背負った時に非常に取り出しやすいです。電車で座れない時はこの状態でイヤホンをさっと取り出せるので非常に便利です。キーの傘は一瞬で展開することができます。閉じる時も一瞬。
めちゃくちゃ使いやすいです。サイズ感的にも骨を折って収納するタイプの傘とそれほど変わらないので、この傘はめちゃくちゃおすすめです。ちなみに重量もめっちゃ軽いです。エアのバッグは背面のクッションも非常に分厚いので、背負っていて体が痛くなることがほとんどないです。全体の重量の割に軽く感じるのがすごいところですね。いかがだったでしょうか。今の仕事道具はこんな感じでセットアップしてるんですが、随時いいものがあったらアップデートしていくつもりなので、おすすめのガジェットやポーチ、仕事道具などがあったらぜひぜひ教えてください。普段はメインチャンネルでバッグを紹介しています。よかったらこちらを見てみてください。また Twitter や Instagram も投稿していますので、ぜひこちらもフォローお願いします。最後にここまで見てくれてこの動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。